2022年度版のデジタル手帳フューチャーマップジャーナル、未来を描き具体的な行動を促してくれるデジタル手帳として20年間改善を続けてきたこちらの手帳、仕事をスムーズに進めたい方ややりたいことを忘れずに行動していきたい方など少しでもお役に立てればと思い公開しております。気になる方は動画詳細欄からダウンロードすることができます。今回は、300年後の未来から私の一生、そして10年計画、これを書き出すことで自分のぶれない軸や理想が明確になり、楽に行動ができるようになります。このチャンネルでは手帳の使い方や iPad、マインドマップなどのノウハウを説明しておりますので、チャンネル登録をすることで多くのヒントを得ることができます。では、手帳の中身のライフマップのページの方を説明していきます。私たちの300年後って1年後もわからないのに何言ってんのって思われるかもしれませんが、自分も生きてないですし、子供も生きていない。自分には全く関係ない世界なんですね。そして300年後となるといろんなことが発展していて、今とは全く別の世界になっている。そんな300年後の世界はどんな世界になっていてほしいでしょうか。何も制限のない技術の進歩で何でもできる世界。自分の理想を書き出してみてください。そして書き出した後、その300年後の未来を見てみると、私はこんなことをしたいんだなとか、こんなことに気になってんだなというようなことに気づいていくことができます。これできない、あれできないというような制約条件を取り払い、理想の300年後を想像してみてください。このライフマップのページ、全体的に言えるんですけど、イメージ画像とかあればペタペタ貼っていくとよりイメージしやすくなるんで、写真とかを貼るのがおすすめです。これはね、21年度の私の手帳になっております。ちょっと見せれないところもありますけど、このようにイメージをよりね、明確化しやすいように写真を貼り付けております。で、次はですね、私の一生なんですけれども、どうなりたいとか思いつかない人も結構多いと思います。先ほど書いた理想の300年後になるように自分は何をするのか、このようにね考えてもいいですし、自分が死んだ時どのように言われていたいか、私はこれができるできない関係なしに理想なことを書き出すことがとっても重要だと思ってます。基本的に人はこれできない、あれできないなど制約条件を自分で設定して動けないようにしています。まず理想な状態だけでも書き出すことが自分への制約条件を外す第一歩となるので、気にせず大きな夢を書き出していきましょう。そうすると不思議なことにいろいろ見えてくるようになってきます。例えば iPad mini 買いたいと思ったら、自然と街中で iPad mini がやたらと目についたりしますよね。今まで全く見えなかったことが意識が向くだけで、この世界から得られる情報が大きく変わっていきます。気になる情報が増えれば、より成功するための情報が入手されやすくなり、理想に近づくことができるのです。次にこの10年計画です。2022年から2031年までの10年の計画なんですけど、単純にこのまま10年計画を書いていくと、今現状のまま継続されて成長していかない計画が出来上がってしまうんですが、300年後と私の一生で理想を認識してから10年後を書くことで、より理想の社会、より理想の人生に沿った10年計画が書けるようになります。そしてまずこの10年計画のところの上の部分ですね、家族の年齢を書けるようになってます。家族の年齢って制限になったりとかしやすいので、先に認識していくことが重要だと思います。親の介護の問題も大きいですし、そして子供の進学状況だったりとか、時間的にも金銭的にも大きな影響があります。重要な予定であって、その予定から逃げれることもできないので、家族の年齢を記載していくと良いと思います。こちらの下の部分なんですけど、項目がね書けるようになって、私の一生に
沿った理想の人生になるように、この10年の計画を立てていきます。以前私は上海にいる時にタイで3社の社長になるという目標を立てました。それは1社でマネジメントをするっていうことは24時間働けばなんとかなりますが、でも3社になるといろんな仕組みとかでマネジメントのノウハウがないと管理することはできないと思います。で、よりマネジメントのノウハウを習得するためにも3社という目標を立てました。タイっていうキーワードは南国であったかそうだなと、リゾートでのんびりしてそうでいいなっていう適当な感じで立ててるんですけれども、そしてそれを書いた1年後ですね、マレーシアで3社の副社長という立場でぜひ来てほしいというオファーがあり、お受けしてマレーシアに行きました。今からね、オファーをいただいてタイに住んでおります。新しく会社を立ち上げるお仕事をさせていただいております。不思議と周りからそんなオファーがあったり、書いたことが現実化していきます。書いて本気で信じれば行動ができるようになるので、ぜひ書き出してみてもらいたいと思います。で、理想の計画だけじゃなくてですね、こっちの方にも書いてあるんですが、オリンピックだったりとか、環境、脱炭素、人口とかね、こういうのも私は書いてっております。2030年には 6G のネットワークで子供1人に1つの PC で教育をしていくとかですね。あとは高齢者 30% になるとかですね。インドの中間層が増加、ガソリン車廃止とかね、情報を記載していきます。こういうね、未来の流れを記載していくのは、大手企業や政府が作った理想を書き出して、確実に達成させてくる。その世界の流れを掴んで、自分のビジネスにはどうなるだろう。5G の携帯はこうなるだろうから今買わないとか、いろいろね、判断基準にすることもできます。私は基本的にこのニュース番組っていうのは見ないんですけど、情報が単発でしか入ってこないんですが、こういったことを書き出していることによって、世界の流れを大枠でね、掴みやすくなっております。そして10年計画のところで便利なのは、免許証やパスポート、ビザ、いろんな更新の予定を書いておきます。来年書くときにそれコピーして貼り付けて1年ずらせばいいだけなので、管理するのにも楽になります。10年計画は300年や私の一生からより具体的に書き出すことで、自分の行動や判断基準になってくるので、自分の軸にブレがなくなってきます。そうなることで楽に行動することができ、楽に生きられると私は思います。次回は自分の軸から今年何をするのか、より具体的に書き出す今年の計画を説明していきます。では。